シドニーで音楽を勉強するっていうことは、はい、日本で勉強することと具体的にどんなふうに違うんですか？やっぱりシドニーに限らずやっぱオーストラリア全体が日本と比べて結構、生徒が好きな方向に向かっていいっていう教育の仕方だと思いますね。やっぱり僕も昔日本の学校で体験入学とかした時に音楽ってやっぱりみんな同じことをやるっていうのが多いんですよね。例えばリコーダー弾いたり合唱で歌ったり、それはもうみんな同じ曲でやるんですけども、シドニーとかオーストラリアの教育は、まずじゃあ5分ぐらいの曲を弾いてねって、じゃあ何の楽器でもいいしどんなジャンルでもいいって言われて、自分が好きな楽器と自分が好きなジャンルを、いわゆる披露して、でそれで、点数が決められるっていう、やっぱその教育の違いがすごい面白いなと思います。どのタイミングで作曲っていう道に、なんていうんですか、惹かれていくんですか？オーストラリアでは、中学1年生の時にまず最初の作曲の課題が出るんですよ。でその時に、ほとんどの人は、作曲興味ないのと、作曲って本当に難しいことなので始める時は、僕はちょうど中学1年生の時にその課題のおかげで自分が作曲好きだなっていうのを気づけたと思うんです。その時作曲の何が好きだなって思うんですか？いわゆる自分の頭の中で思ってたメロディーとか曲が実際に画像にとかスクリーンに出るっていうのがすごい面白かったんですよ。昔からアニメとかテレビとか見るじゃないですか。そうやってもうそのプロがやってる曲があるって感じで、それはすごいかっこいいなって昔から思ってたんですよ。こういう曲誰かが作ったんだなっていう。けど実際に自分が作った曲がなんかの画像に載ってるとか、そういうのがすごくかっこよくて、でもちろん中学1年生だったんで、曲も全然素人で良くなかったんですけど、それが逆にもっと上手くなりたいなって、もっとプロみたいに作曲したいなっていう思いから、結構頑張ってますね。ジョーさんは、ピアノだけじゃなくて他にも楽器を自分で弾かれたりもしますか？そうですね。一応3歳から4歳の頃からピアノやってたんですけれども、ちょうど中学2年か3年ぐらいの時に、ちょうど作曲をやり始めた時に、いろいろな楽器にちょっと手を出したくなって、で、まずはパーカッションのティンパニー、大きい太鼓を弾いたり、ギターを弾いたりベースを弾いたりで、うちの親がドラムをやってたのでドラムもちょっと手を出した。それもすごく楽器の中で一番気持ちがいいっていうのは、私いろんな楽器をした人から聞いたことがあるんですけど、ジョーさんから見てドラムは本当にそうですか？ドラムは本当に叩くのが面白いのとすごい気持ちいいんですけど、やっぱり僕にとっては弾きたいものが弾けるレベルになったので、ピアノでは。なのでやっぱピアノの方が気持ちいいですね、弾いてるのは。音楽理論みたいな、それを楽しく学ぶところまでいけないんで、音楽の授業でも音楽が嫌いになっちゃったから。そうです。よくありますね。どうしたらそういうあると思う？やっぱり学校の音楽理論の教え方、今だといわゆるこういう音楽理論があるよっていうのをもう投げられるだけなんですよね。でそして生徒からすればまず音楽に興味がない人がいっぱいいるのとその音楽理論をまず知らない人がいっぱいいるじゃないですか。でそうやって音楽理論を投げられてもこの音楽理論で何をしたらいいのか全然わからない、なのでそれで面白くなくなるんですよ。なので僕が音楽理論面白くなったのは、この音楽理論を学んで、この音楽理論を使うことによってどんな感情を出せるのかとか、どんなことができるのかっていうのをやると、これがいわゆるツールになるんですよ。なるほど。これが今までここにランダムに置いてあった音楽理論がやっとなんか道具みたいに見えるんですよ。これが使えたらこうするみたいな、そこから結構面白くなっていきますね。
なので、ジョーさんが主にその、教育を受けれるのは、日本今でも難しいですよね、この言い方は。日本だと難しいかどうかわからないですけど、オーストラリアでは、なんていうかポピュラーというかあれなんですか。そうですね、やっぱりそういう音楽理論をこうやって使うんだよっていうのは作曲とかの、部門に入らないとやっぱりそういう教育って受けづらいと思うんですよね。まず音楽理論を知ってる人いっぱいいるんですけど、これをどう使えるかっていうのを知ってる人ってこの世で限られてると思うんですよね。やっぱり自分自身が作曲しないとこの音楽理論はこう使えるんだよっていうのは分からないわけで、僕ももちろんまだこういう音楽理論が違う感情に使えるっていうのも分からないこといっぱいあると思うんですけれども、ただそれはもう経験とどれだけ作曲してきたかによるので、なるほど。やっぱ日本とかの中学高校のレベルだとやっぱり先生たちもその作曲の数が少ないので、難しいかなと思いますね。なのできっと音楽理論だけ教えるってなると思いますね。なるほど。グリーンアップルのやつも半音上がっていくので、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、でどんどん半音上がっていくんです。これ聞いたと思うんですけど、作曲教える時って、音楽理論をどう使えるかっていうのをやっぱり僕は教えたいですよね。例えばですね、このコード進行があるんですけれども、これ普通に嬉しい感じだと思うんですけど、この一つの音をこうやってやるだけで悲しくなるんですよ。悲しくなるんですよ。で学校ではこれマイナー4って言うんですけどもだけ教わるんですよ。マイナー4、これマイナー4だよって。けど僕はこれだけじゃなく、このマイナー4をじゃあどうやって使えるのか。じゃあやったら結構悲しいのと切ない感が出るよとかで教えたら、このマイナー4って切なくできるんだなっていうのを向こうに伝わるんですよ。そしたらやっぱりこういう音楽理論が面白くなっていくんじゃないかなと思いますね。これはもう一つだけなんですけど、もうこれがもう何百個ってあるので、それは作曲家が経験ごとにちょっとどんどん増やしていくみたいな感じです。作曲ってやっぱり今まで経験したこととか今まで感じたことが結構混ざってると思うので、それも理由で今回日本北海道回ったりいろいろな綺麗な景色見たりして、でそういう景色をいつかシドに戻って作曲してる時にパッと出て面白い作曲できたらいいなと思って。いろんなところに旅した時にメロディーが浮かんでくる、来た時いっぱいありましたね。その時はもう常にそのメロディーを、書くんですか？たまにボイスメモとかで、自分でちょっとメロディー歌ったりとか、あとはもう本当にその思った時の感情をもうできるだけ覚えておくっていうことをすると、その時忘れたとしてもそういう同じような感情を作曲しないといけないとか感じた時にちょっと、箱を開けるんじゃないですけれども昔の記憶が戻ってくるっていうのを信じてますね、僕は。